皆さんこんにちは、わたじです。今回はバンダイのガシャポンザクヘッドですね。この物合いが光りながら動くようにしていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみよう。わたじチャンネル。本体は部品数が少ないので簡単に塗装していきます。まず引け処理として軽くヤスリがけをしておきます。600番800番とヤスリをかけて最後に1000番で仕上げます。今回は艶消し塗装をしますからツルツルにする必要ないので大きな傷が出ないようになればいいなと思います。磨き終わったらプラサフを拭いて下地処理をします。オタジーは塗装はファレフォの水性塗料を使っているんですが、この塗料は少し塗膜が弱いのでプラサフは必ず吹きつけるようにしています。それでは色を塗っていきましょう。なんか塗料って同じような色ばっかり集めてしまいませんか？今回はこの2色を使っていきましょう。まずは基本色を吹いていきます。影の部分になりますから少し濃いめの緑でいいでしょう。続いて明るめの色をかぶせていくんですが、私はグラデーション塗装が下手くそで細吹きがあまりできないんですよね。下地を塗った意味がありません。はい、塗料が乾くまでの間回路の製作をしていきます。今回使用するのはこのギアードモーターです。この小さいモーターに細かいギアがセットになったモーターなんですが、親指の先より小さいモーターですよね。ただギアで回転数を落としてもまだ物合いを動かすにはちょっと早いので速度を調整する回路を作ります。速度調整の回路ができました。今モーターが回っていますが、このつまみで回転の速さを調整できるようにしました。このまま電源を入れるとモーターが一方向に回り続けるだけになりますので、動きを止めたり逆方向に回転させる必要があります。モーターを逆回転させるのは実は結構面倒なので、今回はこの市販の装置を使います。かなり小さいんですが、マイコンを接続するとプログラムでモーターの動きを制御できるようになる優れものです。最後は物合いが端まで来たことを判定するスイッチになります。これは軽く押されただけでオンオフが検知できるマイクロスイッチです。これらを組み合わせて回路を作成します。並行してテストプログラムを組んでマイコンに書き込みを行っておきます。それではテストをしてみましょう。スイッチに当たるとモーターが逆回転します。反対のスイッチに当たるとまた反対方向に動きます。はい、ちゃんと動いてますね。回路ができたのでザクヘッドの改造を行っていきましょう。基板やモーターを取り付けるのに邪魔になるところを切り落としていきます。物合いがスムーズに移動できるかをチェックします。下の方が引っかかりそうだったので、平らになるまで削ってしまいます。物合いに LED を仕込んでいきたいと思います。レンズを外してシールも剥がします。LED をできるだけ奥に設置するためにくぼみをつけていきます。光が拡散しやすいように円錐形に削りました。配線を逃がす穴を開けてチップ LED を取り付けるんですが、このままでは光源が近すぎて全体が光りませんので、プラペーパーをレンズの裏側に貼り付けてできるだけ光が拡散するようにします。光らせるとこんな感じですね。
まだスポットは出てるんですが、全体的に光るようになったかなと思います。はい、それでは各部品が出来上がったので、最終の組み立てを行っていきます。毎回言ってるんですが、ここで線を切ってしまわないように注意しながら組み立てを行ってください。基板の方はホットボンドで留めていきます。スペースがないのでかなり詰め込んだんですけど、なんとか台座の中に収まりました。もともとあったレンズカバーだと奥の方まで物が動かせませんでしたので、諦めてこちらを使います。クリアファイルですね。これをレンズカバーの形に切っていきます。ちょっとくすんでいるんですけど、逆に奥行きが出ていい感じになるかなと思ってます。いいんじゃないでしょうか。はい、完成になります。撮影し忘れてたんですが、墨入れと適当なデカールを貼ってディテールアップはしてます。電源を入れると物合いを自動調整して真ん中に移動させます。その後は左右と停止をランダムで繰り返すようにプログラムを組みました。 USB 電源で動きますので PC の横にアクセサリーとして置いてみてもいいかもしれませんね。いかがでしょうか。気に入っていただけたらチャンネル登録、いいねをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。